ご視聴ありがとうございます。今回は PB のハンマー、ヘッドのインサートの交換の様子、紹介をしたいと思います。まずはこちら、ロールピンで止まっているタイプ。アルミ銅ハンマーがこのタイプです。今回はアルミハンマーの片側を銅タイプに交換をしていきます。インサートはこんな感じでバラ売りがされています。叩きまくってダメになっても交換することが可能。パッケージの裏に簡単にやり方は書いてあります。ロールピン叩き抜いてインサートグリグリ外して入れ替えたらロールピンを叩き込む。これだけ聞くと簡単そうな作業っすね。絵の通りにスルッといくのかやってみることにいたします。まずロールピンを叩いて抜きます。ロールピンはこれ。案外硬くはまっていますのでロールピン用のポンチを使うことをおすすめします。私持っていなかったので最初は普通の平行ピンポンチで作業を始めたのですが、叩くと滑ってしまって難しく、器用な方ならこれでもいけるとは思いますが、私不器用なので怪我しそうに感じましてロールピンポンチを用意しました。最初のきっかけ、ちょっとピンが動くまではこれを使って叩いていきます。ある程度ピンを押し込めたら平行ピンポンチに持ち替えてさらに叩いていきます。こっちの方がサイズも大きく怪我もしにくい、叩きやすさもありますね。しばらく叩き続けて抜けました。ここまでの作業が通して一番大変。ここからは案外簡単です。インサートを外します。私はこれほとんど使っていない側でしたので、ピンを外してちょっと回したらスルリと抜けました。構造はこんな感じ。使い込んだハンマーですとインサートが変形して抜けにくいことがあるかもしれません。外れたのでインサートを入れ替えていきます。ピンの穴位置を合わせます。ロールピンの先は少しテーパーがありますので、目視で穴位置が合っていれば大丈夫。私は作業性を考慮してあらかじめピンを少し銅のインサートまで届かない程度にヘッドに叩き入れておいてから穴位置を合わせて本番の叩き込みをしています。そこそこロールピンが入ったらヘッドに傷が入るのを嫌ってプラハンに持ち替えて作業をしています。抜くときはプラハンではびくともしませんでしたが、入れるときは入っていきますね。最後もう一度ロールピンポンチを使ってロールピンを面まで叩き込んだら完成です。動画を撮りながら絵面を気にしてカメラ動かしたりうだうだやって15分くらい。普通に作業ができれば5分10分で終わってしまう作業でしょう。難しくはありません。ただし道具はしっかりと揃えた方が良いです。ロールピンポンチとしっかりと衝撃が伝わる鉄か銅のハンマー、あと私はバイスで挟んでやりましたが、当て板などをうまく使って作業のしやすい環境を揃えるのが良いでしょう。しっかり確実安全に叩ける環境にするだけで作業は随分と楽になります。注意点として、他社品ハンマーで聞いた事例ではありますが、相当に使い込んでロールピンが曲がってしまうとインサート交換が大変になるというのを聞きました。目で見てロールピンの向こう側が見づらい、曲がりが予想される場合にはドリルでロールピンを壊しての交換が必要かもしれません。続いて交換するのがこちら。 PB のハンマーといえばのこの形、無反動プラハンのインサートを交換します。今回交換するのは1番小さいサイズのヘッドっすね。この作業過去に何度かやっていますが、結構に大変なイメージがあります。バイスにインサートを挟み込んでグリグリ回したり揺すったりしながら力技で外していきます。一度はどうやっても外れなくてインサートを切り刻んでやっと外したこともありました。工具屋さんで聞いた話ではインサート交換しようとして木の柄が折れちゃったなんてこともあったみたいです。さてうまくいくのかやっていきます。まずバイスに交換するインサートを挟み込みます。かなり力込めて回したり揺することになりますので、しっかりと加えていきます。この時丸棒を加えやすくするこういうやつ、バイスに挟み込むアダプターを使うと作業がちょっと楽になったりもします。締め込む力が強すぎるとインサートが変形して中の心棒に食い込んで外れにくくなりそうなイメージを持ちますが、がっつり締め込んで OK です。固定したらまず左右に回していきます。ここですんなり回ってくれれば比較的楽な個体。
全く回ってくれないのもありまして、そういう場合はお湯で煮ると良いみたいです。樹脂インサートが柔らかくなるのでしょう。ラチェットのグリップ抜くときも煮込んだりすることはありますね。回しながら抜く方向へも力をかけていきます。回転させながら柄を上にこじっていくような感じ。ヘッドとインサートに隙間を作っていきます。で、ある程度のところから上下メインで揺すります。最後に上に引き上げて、これでインサートが外れました。今回は小さなサイズだったこと、また樹脂がまだ若い新しい製品だったことも関係するのか、すんなり外れてくれました。ヘッドの構造はこんな感じ、とても単純です。ヘッド側の鉄芯にインサートがきつくはまっているだけ。鉄芯はネジではなく、抜け止めに溝が切ってあるだけです。ですから外すにも特にテクニックはありません。先ほどの煮込むとか、あとはバイスつかみ面の形状で作業がやりやすかったりというのはありますが、とにかくはまっているものを抜いて外すだけ。傷を入れてしまったりとか時間がかかったりというのはあるでしょうが、やってればいつかは必ず外れます。怪我だけしないように、そこだけは注意をして億劫になることなくこの作業やってみていただきたいです。インサートが外れましたので新しいのを入れていきます。メーカーの説明ですと、これ新しいインサート軽く入れたらハンマー叩く要領でインサートごと叩き込めってな説明ですが、バイスで挟んで圧入することをおすすめします。こっちの方が全然スムーズ。最後まで入ったのを確認したらこれで作業は完了です。交換したことでどちらも平型となり、私にとっては随分と扱いやすくなりました。この組み合わせはなぜかハンマーのラインナップにはないのです。ですから大きなサイズも同じようにインサートの入れ替えをしています。こっちは冬に作業をしたためかえらい大変だったことを記憶してますね。まあそんな感じに大変な作業になる可能性もありますが、マルヘッドあまり使ってないという方、ぜひインサートの交換試してみていただきたいです。PB のハンマーのヘッドを交換してみました。PB さんのオフィシャル動画なのかなで交換の様子が YouTube にもアップされていますが、あそこまで簡単にはいかないと思って作業を始めていただいた方がよろしいかとは思います。ただお伝えはしていますが、難しい作業ではございませんし、今回のようにスルッと終わってしまう場合もあります。皆様の作業の参考になりますと幸いです。またこれ以外にも PB のハンマーは柄の交換が可能です。ただ柄の交換は難しくはないけれどちょっと手間だとは聞きます。今度はハンドルの交換も試してみたいですね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。